こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。さて今日、皆さんここはどこだと思いますか？さいたま市立大宮盆栽美術館。特別な許可を得て、この公的な美術館を今日はご紹介させていただきます。学芸員まで置く完成された盆栽美術館。その内容をお伝えします。どうぞお楽しみください。さて、庭からもう一度美術館入り口の館内、ロビーホールに入りました。室内、館内の展示も多いこの美術館。今日は本当に特別な無理をお願いして、この美術館の方にご一緒にご案内をしていただこうと思います。立石さんどうぞ。はい、失礼します。どうも今日はすみません、お忙しいところ、ありがとうございます。わざわざ休館日を使っての撮影をさせていただいております。立石さん、この美術館っていうのはもう何年になりましたっけ？はい、2010年に開館しまして、今年15年目に突入しております。15年。早いもんですね。こういう効率なきちんとした学芸員がいらっしゃる美術館というのは盆栽においては唯一のものだと思うんですが、年間でどれぐらいの方がお見えになるんですか？昨年度ですとだいたい年間で5万5千人いらっしゃっていただいてます。平均すると1日150人ぐらいは見えるということですか？すごいですね。やはり海外の方などもお見えになるんですか？はい、昨年が過去最多を記録しまして、だいたい10人に1人ですね、外国の方いらっしゃっていただいてます。それだけ盆栽が世界に広がっているということなんでしょうね。はい、たくさんの盆栽がある中、またこれだけの立派な建物での展示ございますが、学芸の研究みたいなものもやはりここでなさってるわけですか？はい、そうですね。盆栽の方の技術的な方ももちろんですけれども、学芸員の方はですね、美術史ですとか、あと盆栽の歴史の方ですね、そちら学芸員が研究しています。日本の盆栽界っていうのは意外と口伝で伝わるこうだったんだな、ああだったんだということで、僕らの記憶ですと昭和になってからこの100年ぐらいは記録がある程度は分かるんですが、もう明治大正になると本当に記録がね、そうですね、少ない中なんで、皆さんぜひうちにこんな古い資料あったよなんていうのが蔵にあったら、ぜひ美術館に持ってきてください。それでは一つ館内ご案内いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、ロビーホールからこのコレクションギャラリーへ入ると、まず目につくのがこの盆栽やそれにまつわるいろんな歴史や資料、こういうものがきちんとパネルで公開されてるんですね。はい、そうですね。私たちプロは当然に思っているようなこと、でもきっと一般の方が来ると「盆栽ってそうだったの？」とか、多分知らないで新しい発見の方が多いでしょうね。お子様たちもみんないらっしゃるわけでしょう。はい、もう老若男女いろんな方いらっしゃってます。だったらなおさらこういうきちんとした歴史や、向こうに行きますと盆栽の手入れの仕方まできちんと解説している。あれを見てからコレクションの名木を見てもらえるとより分かりやすいかもしれませんね。はい、おっしゃる通りです。このギャラリーの作り方はとても計算されていると思います。さて、館内のコレクションギャラリー、私いつ来ても思うんですが、とてもモダンな作り方で、開館当時斬新だなと思ったんですけど、何度も何度も展示のお手伝いをしていると、少ない数で象徴的にきちんと見るように見事に設計されている。ここで年に何回ぐらいこういうのあるんですか？はい、企画展とかは年5回から6回ですね、あります。じゃあもう2ヶ月に1回やってるようなもんですね。はい、ちょうど今私ども水石協会もお手伝いしての山水良景という水石の展示をやっています。毎年毎年僕らも勉強になる展示ですけど、こちらのパネルにしても植え替えをする、針金をかける、切り込みをする、当然のことなんですけど、じゃあ一般の人は多分そんなに根っこ切っちゃうの？そんなに枝曲げるの？そんなに芽切って大丈夫なの？
多分そんな疑問を持ちながらね、ここで新しい発見してくれるんだと思います。100年前の盆栽村。ちょうど関東大震災の後ですかね。はい、そうですね。関東大震災で被害を受けた盆栽業者さんがですね、他にもいろんな要因があったんですけれども、この大宮の土と水と空気がですね、きれいな盆栽に適しているということで、こちらに移ってきました。大宮の盆栽町のところっていうのは、関東の避暑地というか、保養地になってたみたいですね。はい、そうですね。初めからの頃っていうのは、何年ぐらいの人がここに集まったんですか？当初はですね、本当にごく少数の方だったんですけれども、そうですよね。最大になった時はですね、昭和の頃なんですけれども、30個の盆栽園があったという。30軒がここに集まったんはい、です。です。なるほど、盆栽村ですね。です。でも嬉しいのは、今でも埼玉市の正式な地名で、ここは盆栽村から盆栽町ですもんね。はい、そうですね。ところ多分日本に1個。日本1個で。ですすね。はい、もうありがたいことですね。さて、それではこの奥にある、このまさに美術館しかないもう一つの設備です。ここで見れば座敷飾り。私もよくわびチャンネルでやってるんですが、失ってほしくない日本の文化から生まれた建築様式、空間様式。学芸的に見てもやはり煎茶やいろいろなものが絡んで、盆栽や水石が飾りの中にあったっていうのは確認できてるんですか？はい、そうですね。煎茶会の記録した煎茶会図録ですね。こちらにもありますけれども、座敷にですね、盆栽の姿が見ますし、あと水石の方ですね、飾ってたっていうことが記録で分かってます。それから100年近い時間が経って、盆栽独特の飾りや水石独特の飾りへと、分派していったようなものがありますが、この奥に一つその素晴らしいモデリングの設計がございます。拝見しましょう。さて、立石さん、モダンなところからこちらに来ると、私にとっては見慣れたというか、逆に言うと今の方々にとっては、ほとんど今ではご自身の生活の中にはないと言われるような座敷飾りがされています。3つの様式で作られていますが、これやっぱりそれぞれの文化性や建築性の中で作り上げたものなんですか？はい、そうですね。当館、真、行、素の3つのですね、格式に合わせてですね、床の間を用意しております。それによって飾るもの、そこで生まれた昔の文化の中にあった記録やそういうのも場面によって違うわけですね。はい、そうですね。お分かりですか？行の床の間、素の床の間、真の床の間、3つそれぞれの楽しみがあるそうです。今は水石ですけど、企画展などではね、盆栽もたくさん飾られて、それではいよいよ外を一つよろしくお願いします。今この肝臓品の盆栽は何点ぐらいあるんですか？美術品として登録されているものは約130点になっています。もう圧倒的な木ばかりですが、よく覚えています。もみじの名前、武蔵ヶ丘ですね。一番初め財団を作られた高木礼二さんが個人としてお持ちになってた有名な木ですね。はい、そうですね。樹齢150年。私いつもここへ来て思うんですが、この埼玉の都会の中でこれだけ見事な管理をする相当なご苦労があると思っていつもね、尊敬してるんです。どれ一つとっても素晴らしい木ばかりで、よくこれだけの管理をと思いますが、これもよく覚えています。国風賞を取ってる木ですね。はい、そうですね。確か盆栽協会の会長だった岸信介さんのお名前でもこれはなっていたかと思いますね。はい、そうですね。イワシでの名木中の名木です。何点かをここからご紹介します。見事な大型の黒松ですけど、樹齢250年。確か立石さん、これ大変な由来のある木じゃなかったでしたっけ？はい、そうですね。大隈重信がですね、居合してた盆栽と言われております。お分かりですか？明治の時代総理大臣までやって、
早稲田大学を作った大隈重信さんです。大変な愛好家だったそうですよね。はい、そうですね。写真でも残っておりますけれども、ご自宅の方にたくさんの盆栽を持っていらっしゃったようです。鉢に入って楽しんでからもうすでにもう間違いなく100年以上経ってるってことですね。そうですね。書かずにそれを置いてあるところも奥ゆかしいですね。私でしたら威張りますけどね。はい、どうぞこちらに。庭の一番角のところにある木2本、とても印象の深い木ですが、赤松文人の明治と言われた、私たちの世界ですと貴巨来、名貴巨来というとプロは誰も知っている文人のお手本と言われた木ですが、元気になりましたね。一時なんか作りがみんな業界が心配して貴巨来大丈夫大丈夫って言いましたけど、見事に蘇りましたね。はい、そうですね。職人が手入れしてここまで持ち直しました。本当ですね。時間なんですね。一時こう大きく太って悪くなるかと思ったら、ピタッと太りがまた止まって姿を戻してきましたね。さあこちらの木、花林の名木ですが、確か日本盆栽協会が登録制度やってる貴重盆栽登録の第1号の木だったと記憶していますが、はい、これも岸信介さんのでしたっけ？はい、そうですね。これは戦前の盆栽展に財界人である東武グループの根津嘉一郎さんが国府展に飾った記憶のある古い木です。昔はそういうふうに政財界の人もたくさん盆栽持ってたんですよね。はい、そうですね。一つのステータスにもなってたようですね。安倍元総理もこの木をご覧になりにこの美術館にねお越しになったらしいですが、いつまでも元気に生きていてほしいです。皆さんいかがでしょうか。私が心拍の盆栽の中でも憧れるトップ3に入っている木の一つ、名前をジューンと言います。美術館の中でも代表的な木の位置にするものですかね。そうですね。こちらの木、やはり自然樹の姿をですね、見事に表現したものになりますので、心拍を代表する一つになっています。いやもうおっしゃる通りで、その自然樹、つまり人が作っているんだけど、それではなく自然の姿の厳しさをどう表しているか、その点ではもうナンバーワンに近いと思います。もう一つ、小当たり腕です。つまり木は800年ですが、鉢も300年経ってるんですね。なかなか今本物の小当たり盆木に植えられた姿の盆栽がさりげなく飾ってあるなんて、もうこの美術館しか存在しないと思います。鉢とかそういう器物もやはりコレクションがあるんですか？こういう小当たりもそうですし、あとは江戸時代のですね、染付、昔の盆栽の姿のものとかですね、そういう盆栽の鉢の器物の方のですね、歴史も紹介しておりますので、コレクションしております。本当にこんな素晴らしい腕。本当は盆栽はこのように樹盆、盆樹、愛わすという言葉がありますが、これが本当の盆栽美の姿だと思います。他では絶対見られないです。ぜひ皆さんも見てください。蝦夷松の老大木、名を轟き。北の大地が生んだ老大木は、千年という世合いを生きる美術館の一つの顔です。御用松熱ななり、名を舞子。熱ななりの御用松を代表する木として、長く著名人が持った木は、この美術館で悠久の時を迎えています。巨大な御用松、名を千代の松。旧高木盆栽美術館の屋上展覧に鎮座していたこの木は、今ここで
健やかに生き続けています。日本盆栽協会初代会長でもあった元斎僧吉田茂先生の遺愛樹は受け継がれて今ここにあります。どのように生き抜いたか、その幹姿から想像を絶することがある。輝き、100年の時を経て盆中で生きる木のその美は語るに深いものです。五葉松、名日暮。日本の盆栽界を代表する五葉松として世界にもその名は轟く木。名木に裏表なしという言葉を生んだこの木は、戦前より著名人が数多くその姿を変えながら受け継ぎました。戦前中野中太郎王が世に発表してからすでに1世紀近い時が経る中、自然の営みとともに徐々に姿を変え、その中で日暮は自分の顔を今も作り続けています。立石さん、肝臓品が130以上あって、大概いつも半分まで見せられないんですかね。半分ぐらいですかね。そうですね。今庭にあるのがだいたい60前後の盆栽になるので、はい。この今飾られているのはその季節、管理、手入れなどによってその時を皆さんに見てもらうもので、あとはまた別の保管場所で職人さんたちが作り直したり維持をしたりして、この倍の数があるっていうことですね。もう大変なもんですね。これだけでももう一個一個見たら疲れちゃうぐらいで、はい、ただもうすぐこの盆栽町も100年、来年ですか？はい、来年100年迎えます。100周年を紹介するですね、特別展を当館で開催するっていうことを考えております。なるほど。多少の改装やそういうのもこれからの計画もあるわけですか？はい、そうですね。庭の方も改装する予定になっております。そうですか。またじゃあこの雰囲気が少し変わるわけですね。はい、そうですね。よくね、一般の方がこんな石畳のところで照り返しで木は傷んじゃうんじゃないかという話が一番初めの頃出てましたが、そんなことありません。木は見事に元気に守られています。ぜひ皆さんも足を運んでください。立石さん、今日は暑い中をご案内ありがとうございます。もう一つ一つを案内してもらったら多分日が暮れてしまうんじゃないかと思うぐらいですが、これだけの立派な美術館、もうすぐ100周年の盆栽村、たくさんの方が子供たちからお年寄りまで海外の人まで訪れる美術館ですけど、この美術館に携わる立石さんがさいたま市の方々はもちろんのこと、日本海外の方に何かメッセージをお願いします。やはり当館ですね、日本の中でも世界的にもですね、名品と言われるものを多く所蔵しております。ぜひですね、今だけでなくて四季折々の姿も見られますので、1回だけと言わず何回でもですね、来ていただければと思います。そうです。ぜひ皆さんお越しください。今日はお忙しいのにありがとうございました。こちらこそお越しありがとうございます。わびチャンネルはこうして公的なところのご協力をいただいて皆さんにご紹介したり、いろいろなものをお伝えしたいと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。